お久しぶりです。ドイツ鉄道の ICE-G です。久しぶりにミラノに来ている ETR600 銀様です。あれ銀ちゃんってミラノに来ないの？ SNS だとたびたび目撃情報があるんだけど、それは多分弟の610の方ですね。それに関しては後日ゆっくりお話しします。ゆっくりといえば、いつものゆっくりがいるんだけど、そこの車両たちの脇でしゃがみ込み、台車を観察してる不審人物がそれです。あいつはもうダメだ。放っておこう。とりあえず僕たちは無関係を装って列車に乗る時にでも回収すればいいよ。自分で言うのもなんだけど、今回の私たちの旅は、イタリア特集が思った以上に長くかかってしまいました。これでも、あまりネタ的に美味しくない車両は、オミットしてるんですのよ。そこで今回からは、心機一転。新世代の電車に乗り、新たな地に旅立ちます。とか、仰々しく言ってるけど、要は、隣に行くだけだよね。列車も、何度も乗ってるやつだし。まあそうなんですけど、今日は、車両が違うんです。今回僕たちは、約4年ぶりに、ミラノ中央駅を訪れたわけですが、構内にいる列車たちが、すっかり様変わりしました。そうなんですよね。高速列車の一部、という位置づけだった名種別、フレッチャビアンカは、在来線特急、インターシティに統合。それに伴い、専用塗装が与えられていた、客車列車たちは、サイド塗装が変更になります。機関車のデザインは、2010年頃に走っていた、これまた中途半端だった特急、ユーロスターシティを彷彿とさせる塗装になりました。それから、ミラノ周辺地域を網羅する、近郊列車は、前回ご紹介した、日立製の新型2階建て車両に世代交代しています。そして、270キロ離れたベネチアまで、毎日イタロと仲良く喧嘩している ETR700 型の存在も忘れてはいけません。フレッチャロッサとして目立つ真っ赤な車体を頻繁にミラノ中央駅のホームで見かけました。このように数年いなかっただけで半数の車両が新顔になっちゃったのが意外です。ずっと変わらないのは駅の建物本体だけと言っても過言ではありません。構内のお店も閉店してしまったところ、新たに開業した店舗があり、常に変化を続ける街、ミラノの洗礼を受けました。さて、大幅に顔ぶれが変わったミラノ中央駅ですが、隣の国から来る列車にも新しい車両が投入されていました。北のスイスから来る国際特急ユーロシティです。イタリアのミラノからスイスへは毎日特急列車が運転されていて、主に3つの都市へ走ります。スイス最大の都市、チューリッキに、西部地域の中心都市、ジュネーブ、そして、スイス北部で、ドイツ国境にも近い町、バーゼルの3カ所です。2010年代は、これらの都市と、ミラノとを結ぶ列車は、すべて、振り子式車両の、ペンドリーノが使われてきました。車種は、銀ちゃんの弟くんである ETR610 と、今はバルカン半島で頑張っている ETR470 型。これらの列車は、共にイタリア製の車両でしたが、2020年から、地元スイス製の新型車が投入されました。それが、RABE501 型です。スイス国鉄での愛称は、ジルノと呼ばれます。ジルノとは、スイスで使われる言語の一つ、ロマンシュ語で、高かの猛禽、のすりを表す単語から来ています。形式名が、覚えにくく、ややこしいので、今回僕たちは、スイス国鉄の愛称、ジルノを使っていきたいと思います。2019年に、スイス国内の特急列車でデビューしたジルノは、翌、2020年に、本来の活躍場所である、イタリア方面の国際路線に投入。最初は、需要が多い、チューリッキ、ミラノ線に、数編成が投入される程度でしたが、次第に、運転本数を増やしていき、チューリッキ線がすべて、新型車に変更されました。これと並行して、ミラノ、バーゼル線や、チューリッキ、ベネチア線にも、ジルノが進出しています。さらに、2023年末のダイヤ改正からは、イタリアから、スイスを経由し、ドイツまで走る、ユーロシティエクスプレスまでもが、スイス製の新型車に置き換わる予定です。となると、気になるのが、この車両が投入される前まで、イタリア線を担当していた、ETR610 のその後です。
かつて活躍していた路線に、新しい地元製の車両が投入されて、今後どうなってしまうのか、気がかりですよね。私も心配で、夜に8時間しか、ぐっすり寝られませんでした。これ本当なんですよ。この間、夜10時に電話をかけたら、もう寝ててびっくりしちゃいました。でも安心してください。あれにもちゃんと、次の場所を与えられているんです。スイスの国内線とか、別の方面に、配置換えになったんだよね。そうなんですよ。そちらの方も、いずれレポートするつもりです。楽しみにしていてね。RABE501 型、ジルノは、スイスのメーカー、シュタットラー社が製造した車両だ。前回ご紹介した、日立のカラバッチョと同様、このジルノにも、メーカー内で、独自の名前が与えられている。開発段階では、EC250 と呼ばれていたが、後に、SMILE、スミレ、と解消された。ゆくり、お前、今なんて言った？ SMILE だから、スミレじゃねえのか？それ、スマイル。あらやだ、私ったらうっかりさん。そんな基本的な単語すら、わからないとは思わなかったよ。そういえば、前にちーちゃんさんも、フラートのことを、フリートって呼んじゃってたよな。私たちは基本的に、英語苦手なんだよ。余計なこと言うなって、じいちゃんは、あのことを時々思い出しては、ジタバタしてるんだから、今も悪夢に苛まれてるよ。それはいいとして、スマイルは、名前を構成するアルファベットに、一文字ずつ、意味が与えられている。スマイルの、S、M、I、L、E は、ドイツ語の、シュネラー、メアジステムペーガー、イノバティバー、ライヒター、エクスプレスツークの頭文字を取ったもの。日本語に訳すと、高速、多機能、革新的、軽量特急列車、となる。なんだか、車体の名称を、スマイルにするために、無理やり単語をねじ込んだような由来だが、実際名前の通り、多くの機能を持つ、高速特急列車に仕上がっている。車体から車内設備まで、今までのスイスの車両にはなかった機能や、新しい構造が見受けられた。ついでに言うと、スマイルの文字に意味があったように、スイス国鉄での形式名、RABE501 にも、それぞれ意味がある。R が、高速走行が可能な車両。A と B が、1等席と2等席を装備。E は、電気で動く車両であること。そして番号の50が長距離運転に対応していることを表す。つまり、一等席と普通席がある長距離、高速、電気駆動車両となる。では早速、そのジルノに装備された機能や革新的な構造を見ていこう。ほんとこの車両、面白いんですよ。ゆっくり、よだれつけって。スイス国鉄の新型特急、ジルノは、11両の車両で構成される、全長約200メートルの列車だ。中間車1両あたりの長さは、日本の在来線車両よりも短く、17.5 メートルしかない。先頭車両だけは、運転席と、流線形のノーズがあるため、22メートルの長さがあるが、こちらも、スイスで標準的な客車と比べると、短い数値となる。最高速度は、スイス最速の時速250キロだ。国の周囲を囲む、フランス、ドイツ、イタリアの高速列車と比べ、絶対的な最高速度は劣るものの、スイスには、時速300キロで走れる線路がないので、必要十分な性能を満たしている。むしろ、険しい山と湖に囲まれ、線路はカーブが多いスイスでは、スムーズに曲線区間を走れる特性が求められた。その答えが、ジルノを構成する、短い車体だ。車体の全長を短くすると、カーブに沿って、列車を細かく曲げることができる。これにより、連結部分や車輪にかかる負荷が減り、スムーズに曲線を通過できるのだ。これと同じ考えで設計されたのが、スペインの、タルゴだったね。そうでしたな。ジルノも、タルゴと同じく、車体の連結部分に車輪を配置する、連接構造を採用。そのため、1編成に、車体は11両もあるのに、台車の数は、12台しかない。そのうちの、4つの台車にモーターが組み込まれ、時速250キロまで列車を加速させる。列車の規模に対して、モーターのある台車の数が少なく、走行性能に、つい不安を感じてしまうが、この車両は、連接台車を採用している点が、大きな武器となる。
通常の車両は、1つの車体を4つの車軸で受け持っているが、連接構造の列車は、1両の車体を、実質、2本の車軸だけで支えている。重量を受け持つ部分が少ないので、車輪は見た目以上に大きな荷重がかかり、レールに押さえつけられる。おかげで、レールとの間に十分な摩擦を確保でき、駆動軸が少なくても、坂道や高速走行が難なくこなせるのだ。この列車では、駆動軸1本あたりに18トンほどの重さがかかっている。新幹線は愚か、フランスの TGV よりも多い値だが、ジルノが走る、スイスの幹線は、地盤が強いので、問題ないようだ。ここには、最大軸重が20トンを超える、重量級機関車や、近郊電車も走行する。それらに比べたら、この列車は、十分軽量な車両なのである。ジルノを製造した、スイスの車両メーカー、シュタッドラー社の電車は、今まで大半が、先頭車両にモーターが組み込まれ、中間車両は、無駆動とする方式だった。しかし、ジルノでは逆に、中間車両にモーターを設置した点が特徴だ。モーターは、3から5両目にかけてと、9から11両目の連接部に装備している。モーター音が聞きたい電人類は、3から5号車の普通席、もしくは、9から11号車の一等席に乗るのがおすすめだ。特に、4号車と、10号車は、車体の前後に、モーター付き台車があるので、特に強く推奨したいと思う。なお、走行に必要な、モーターの制御機器や、電源装置、変圧器は、各車両の屋根の上と、運転席の後ろに、分散配置してある。それではこの辺りで、実際にジルノに乗り、ミラノからチューリッキまで、移動してみることにしましょう。ここからは、車内から、気づいた点や、車窓、沿線の街を、お伝えしていきます。と、乗り込もうと、ドアに近づいた時点で、今までの列車と、明らかに違う点を発見しました。この電車は、ドアの窓部分にある、行き先表示に、フルカラーの、液晶モニターを用いていたんです。最近、ヨーロッパの列車でも、行き先表示は、LED が一般的です。けれど、文字の色は、オレンジか白の、単色ばかり。日本の列車のように、種別を色分けしたり、内容ごとに、文字の色を変えられる機能は、ありませんでした。ところがジルノでは、一気に世代を飛び越え、鮮やかな液晶が採用されたのです。内容は、スイスで使われている、3つの言語と、英語で表示されていました。ただ、液晶の宿命である、屋外での見づらさも健在です。特に、ミラノ中央駅の、屋根のない位置で停車している車両は、イタリアの太陽の光に負けてしまい、表示があまり読めませんでした。ジルノの乗降ドアは、基本的に、各車両1箇所、車体の中央部分に設置されています。乗客の動きを、ドアから左右に分散させることにより、少ない出入り口でも、流れを滞りにくくした工夫です。デッキは、どの車両も、ホームとの段差をほぼなくした、低床構造で、ベビーカーや、足が不自由な人、また、スーツケースなどの、大きな荷物を持っていても、乗車しやすい構造でした。その中でも、ひときわユニークなのが、6号車と、8号車です。ここだけは、2つのドアが設置されているんです。これは、車椅子の人のための配慮。なぜならジルノは、ホームの高さが異なる、複数の国を走ります。そのため、デッキの床も、2種類用意して、必ず、段差のないドアを設けるようにしたんです。床が高い方が、ドイツ用。低いドアは、スイスとイタリアのホームで、段差がなくなる設計です。それからデッキには、大型の液晶モニターが2枚設置してありました。片方は、宣伝や、車内設備を案内。そしてもう片方は、次の停車駅や、到着時刻、現在地を表示しています。車内設備を表示するモニターには、興味深い内容がありました。車内の混雑状況を、3段階で表示しているんです。というのも、この列車は、車体が小さく、車両間やデッキに、いくつもの壁がありますので、車内全体を見渡すのが難しい構造です。そのため、意図せずして、特定の車両だけに、お客さんが集中してしまうことが、十分考えられます。こうした事態を防ぎ、車内混雑を分散させる目的で、混雑案内の機能が装備されました。ちなみに、スイスとイタリアを結ぶユーロシティの場合、イタリア国内の区間は、全席指定席ですが、
スイス国鉄の管轄内に入ると、自由席が主体の制度へと、座席のシステムが変わります。ですから、スイス国内の駅から乗る人は、比較的空いている車両を選ぶことが可能です。とはいうものの、僕たちがこの列車に乗車したのは、イタリアもスイスも、多くの人で賑わう、夏休みシーズン。始発のミラノを出発した時点で、ほとんどの車両が満席でした。今回乗車する、ミラノと、チューリッキを結ぶ特急の所要時間は、3時間ちょっと。以前は、制限速度のある、山間部を通っていたため、4時間以上かかる道でしたが、世界最長のトンネル、ゴッタルドベーストンネルが開通したことで、大幅な時間短縮が実現できました。その代償として、景色はあまり楽しめなくなってしまったのが、残念なところです。始発のミラノが、北の国境に近い場所に位置することもあり、スイス行きの特急が、イタリア国内の区間を走るのは、たったの50キロ。時間はわずか、30分だけです。途中の停車駅も、多くて2カ所。イタリア有数の国際サーキットがある、モンツァと、山間部のリゾート地である、コモ、サンジョバンニにのみ停車します。特に、隣町のモンツァ駅は、快速列車と所要時間が変わらず、たった10分で到着してしまいます。この町には、ハプスブルク家によって建てられた王宮があり、町を代表する建物の一つとなっています。この王宮は、ミラノにある、イタリア一の歌劇場、スカラ座を建てた建築家が設計しました。なお、モンツァの王宮、並びにスカラ座の建設を許可したのは、共に、当時のハプスブルク家の女帝、マリア・テレジアでした。ミラノや、モンツァのある、北イタリアの地域は、1700年代、オーストリア帝国の一部だったんですよ。そんなモンツァを通過した列車は、次の目的地、コモを目指して、速度を上げていきます。通過だったの？だって、この特急は、モンツァに止まらないんだもん。あの街は、あまり規模が大きくないから、ユーロシティは半分ぐらいが通過しちゃうんだよ。それなのに、時間を割いて紹介したのか。綺麗なところだったでしょ。それに、電車だけの内容じゃつまらないと思って、せっかく景観がいいところなんだから、皆様にお見せしないと。あと、幸いゆくりが、車両のモーター音に集中してて助かったけど、あいつが正気なら、モンツァの紹介は、あれだけじゃ済まなかったですよ。あ、例のサーキットのこと言った？言いました。なら、よし。ってことでいいね。いいよ。ジルノの座席は、11両編成のうち、1等車が4両、5両目に、食堂車があり、残りの6両が、普通席です。当初の計画では、一部の編成で、食堂車をなくし、定員を増やす計画もあったようですが、車内レイアウトが異なると、運用やサービス面で、制約が出てくるため、すべて同一の仕様で製造されました。スイス国鉄のお客さんは、意外にも、食堂車へのこだわりが強いんですよ。スイスは、主要都市との距離が、ある程度離れている国。けれども鉄道は、ネットワークがよく整備されていて、長くても3時間未満で、様々な都市へ移動することが可能です。鉄道の利用者が多く、平均乗車時間は、比較的短いことから、特急列車はたびたび、食堂車の縮小、廃止が検討されてきました。車両の組み替えが容易な、客車特急では、実際に、食堂車を外して、座席車両を連結、定員を増やす試みを実施していました。固定編成の電車特急や2階建て客車でも1両分の空間を全部使ってしまう食堂車を改装し、スペースが少なくて済む売店と座席車両にすることも計画にありました。ところがこれに対して利用者がもう反発。地域や世代を問わず反対の声が多く、スイス国鉄は改装計画を撤回。客車列車では、追い出したはずの食堂車を、土下座して呼び戻したことがあったんです。それ以来、特急車両では、レストラン車両を連結することが、条件に盛り込まれています。僕たちが乗った、チューリッキ行きの特急でも、実際に利用する人が多く、終点近くまで、車内のレストランは席が埋まっていました。ジルノは、メーカーの製品名の中で、マルチシステム、と謳っているだけあって、いくつもの国に対応した、先進的な設計が特徴です。
初期の開発名称だった EC250 の名前からも、発注者、スイス国鉄の意気込みを伺うことができます。この名前は、国際特急、ユーロシティの略称と、最高速度の、時速250キロを組み合わせたもの。スイスの隣国である、イタリア、ドイツ、オーストリアへ運転する点と、時速250キロ運転を、初めから視野に入れた設計でした。そして、これらの国で使われている、3種類の電源と、すべての信号装置に対応した、高機能な車両です。現在のところ、ジルノのベース車両、スマイルは、スイスのみで導入されている、スイスの製造会社が、スイス国鉄のために作った、専用車、と思われがちだが、メーカーのシュタッドラーは、スマイルを、別の国にも売り込んでいた。それはどこかというと、東アジアの、台湾。2015年から、台湾は、新型特急列車の導入を進めていた。その入札に、スイスのシュタッドラーが応募したのだ。同社が提示した案は、先頭デザインこそ、ジルノと共通ながら、ドアが引き戸になり、特徴的な連接構造は、1両ずつ、独立した台車を前後に配置する、一般的な構造に変更されていた。これは、大量輸送をできることが、鉄道会社側の要求だったので、車体を長くしたかったためだ。その一方で、台湾の鉄道は、ホームの床が高く、スイスの車両のような、低床構造にする必要がない。こうした理由から、モーターの制御機は、床下に吊り下げる形になるなど、日本の電車と、よく似た形態に変わっていた。スイスと台湾は、国の面積が近く、共に、山岳地帯の路線を有している。そのため、カーブをスムーズに通過できる技術や、ヨーロッパの厳しい安全基準を満たした設計を、台湾でも活かせる、と、シュタッドラーは主張。成功すれば、50編成の、大型受注となり、大きな弾みとなる、はずだった。しかし、台湾が選んだのは、競合相手だった、日立製作所でした。同社はすでに一度、台湾への特急電車の納入実績がありましたし、その際に得た、車両の信頼性、アフターサービスの高さが評価されたそうです。逆にスイスの車両は、技術面や安い価格が評価されたものの、台湾の高温多湿の気候に耐えられるのかや、維持、整備の面が不安視されてしまいました。確かにその点は怖いんだよな。隣のイタリアの気候ですら、微妙に負けかけてるし。でも、サポートの面は、大丈夫なんじゃないですか？スマイルの、国外進出は失敗に終わりましたが、その後、シュタッドラーは、台湾へディーゼル機関車の輸出に成功しています。新型機関車は、この間納入されていて、早速現地に行った、日本の撮り鉄もいましたな。ついでにお話しすると、シュタッドラーと日立製作所は、台湾以外でも、ちょっとした因縁がある。2018年、シュタッドラー社は、イタリアの大手、トレニタリアから、次期ローカル専用車両の製造を打診された。内容は、1階建て構造で、架線からの電気と、ディーゼルエンジンの、両方で走れる車両だった。ところがその後に、イタリアの車両メーカーが、電気、ディーゼル、そして蓄電池の、3種類のエネルギーで走れる、新型車両を開発。これにより、一旦決まったはずの、ローカル専用車両の導入計画が撤回され、発注先が、そちらに移ってしまったのだ。その会社とは、イタリアのメーカー、アンサルドブレダを吸収した、日立レールだった。表向きは、日立の車両の方が、なんか色々優れていたから、発注先を変更した、とのことだが、トレニタリアとしては、少なからず、地元企業を優先したい意図もあったのだろう。こうして、イタリアでも発注が取り消され、シュタッドラーから日立へ、プロジェクトが流れてしまったのだった。台湾は、入札の時点で話が終わったから、まだ諦めがつくけど、イタリアの方は、一旦決まったことを覆しちゃったから、印象は良くないよねー。実際、契約の解除には、ちょっと揉めたんですよ。でもなんだかんだ言って、後にイタリアにも、シュタッドラーのハイブリッド車両が、導入されてます。なんだか、列車そのものが、スイス領内へ入る前に、話の方が、左右に曲がりくねってしまいました。まるで、スイスの山間部に敷かれている線路みたいでしたね。気がつくと、ユーロシティの前方には、高い山が近づいてきています。
間もなく列車は、イタリアとスイスの国境です。そういえば、銀ちゃんが前回、山の国でお会いいたしましょうって言ったのに、結局場所は全部、イタリアだったね。でも大丈夫。新型車両の旅は、まだまだ2時間半もあります。ですが、長く乗っているうちに、気になる点も、見つけてしまいました。ということで、次回は、ジルノの車内の、残念に思っちゃった点を、スイスの素晴らしい景色でごまかしつつ、お話ししてまいります。今まで、見るだけでも暑い景色ばかりでしたけど、これから少しずつ、涼しくなるかと思います。それでは、ご視聴、ありがとうございました。Vai